こんにちは。最近ヤフオクで正体不明のギターネックを手に入れました。既製のボディに組み込もうとしていたのですが、その独特な色や形状を眺めているうちに、せっかくなら想像でボディを作ったら面白いのではと思い始めました。制作中はそのギターに関する情報をシャットアウトし、勘で作ったギターがどれぐらい本家に近いものになるのか、最後に答え合わせをしていきます。これが今回扱うギターネックであるバレエアーツの M シリーズです。想像で作るといってもある程度手がかりが必要なので、一旦考察をしてみます。エレキギターの主要ブランドはギブソンとフェンダーであり、その他の後発メーカーはこの2大ブランドのモデルをコピーしていることが多いです。この慣習にのっとってネックの仕様がギブソン寄りなのかフェンダー寄りなのかを見てボディの形を予測していきます。まずヘッドの形状がフェンダーのテレキャスターっぽさがありますね。ペグの取り付け位置が片側6連なのもフェンダーの仕様です。エボニー指板のミディアムスケールという点ではギブソン感があり、あとネックグリップが着色されているのもギブソンっぽさがあります。ボルトオンネックはフェンダー方式ですね。ギブソンの仕様とフェンダーの仕様がちょうど半々になっている感じですね。そんな仕様のモデルなんてあるのかなと探していたところ、ウィルシャーというギターを見つけました。このウィルシャー、ギブソン系のネックなんですが、ヘッドの形状が片側6連でフェンダー感があり、結構珍しいんですよね。ということで、形状はウィルシャーを元にして進めていきます。このギター、エピフォン製なんですが、これはギブソンの傘下ブランドなので、よしということにしましょう。まずはテンプレートを作っていきます。作成した図面を MDF に貼り付けてシルエットを描き、バンドソーで大まかにカットしていきます。切削面に凹凸があるので、ベルトサンダーと紙やすりを使い、面を滑らかにしていきます。完成したテンプレートのシルエットを木材に書き込んで、再びバンドソーで大まかにカットしていきます。先ほどの MDF と同様、バンドソーのみでは滑らかな断面にならないので、テンプレートを両面テープで貼り付け、これをガイドにしてトリマーで切削をしていきます。ボディの形状が出来上がりました。以前、常田大金ムスタングを作った際に、木口面の切削焦げがひどかったのですが、コメントにて助言をいただき、スピードコントローラーで回転速度を少し落として切削してみました。トリマーの動きがどうしても停滞してしまう端の部分は若干焦げてしまっていますが、全体的には前よりも抑えられているかなという感じです。バレエアーツについて唯一僕が知っていた情報は、80年代、90年代に制作されていたギターであり、ラリー・カールトンやリー・リトナーなどのジャズ・フュージョン系ギタリストが使っていたということです。ジャズ・フュージョン系が愛用するギターであれば、中低音域がより響く設計になっているのではと推察したので、ボディの中に空洞を作るセミホロー仕様で作っていこうと思います。まず、ザグリ用のテンプレートを作り、ボディに貼り付けます。その後ドリルでくり抜く部分を切削します。残った突起部分をのみで取り除き、トリマーで形をきれいにしていきます。ザグリの加工が完了しました。この上に板を接着することでセミホロー構造になります。このバレエアーツのネック材は派手すぎない塩梅でバーズアイの木が出ています。
その雰囲気に合わせて月板には程よく木の出たフレームメイプルを使っていこうと思います。2枚の板を貼り合わせて月板を作っていきます。接着面が合わないので紙やすりを貼り付けた角パイプを使用して接着箇所の平面を出します。接着箇所をぴったりにできたのでタイトボンドで接着し丸1日放置します。接着が完了したらバンドソーでボディの形状に合わせてカットします。続いて F ホールを加工します。糸のこで大まかにカットした後、紙やすりで形状を整えます。F ホールができたので月板をボディに接着していくのですが、その前にネックを取り付けた状態で楽器としてのセンターを出しておきたいので、まずはネックポケットのビス穴加工をしていきます。ビス穴用のガイドをボディに貼り付けてドリルで加工します。この時一気に貫通させずにドリルの先端部分のみが反対側に出る状態に留めておきます。その後反対側からドリルを入れて穴を開通させます。こうすることで穴開けによるバリを防止する狙いがあります。ネックにもともとあったジョイント用のビス穴から若干位置がずれるため修正をする必要があります。まずは埋め木をするために元の穴をドリルで若干拡張させます。タイトボンドを塗り丸棒を打ち込んで接着します。ボンドが乾いたら出っ張っている部分をノコギリとカンナで削ります。ネックをボディに固定し、ボディに開いた穴と同じ径のドリルビットを使い、ネック側にマーキングをします。マーキングした箇所を慎重に狙ってビス用の下穴を作ります。下穴ができたらビスでボディを固定してボディにセンターラインを描きます。接着前にボディのセンターラインと月板のセンターラインを合わせて両面テープで貼り付け、接着ガイド用のビス穴を加工します。ボンド接着の際にここをビスで留めることでセンターラインがずれるのを防止します。ビス止め箇所はその後の工程で除去されるので問題ありません。タイトボンドを筆で塗布し、月板のセンターを合わせてビス止めします。クランプで固定して丸1日放置します。接着が完了したら飛び出ている端の部分をトリマーで除去します。続いてブリッジ用のビス穴加工をしていきます。ブリッジの寸法図を見ながらボディに穴開け箇所を描きドリルで加工します。ピックアップ用のザグリをトリマーで加工します。セミホロー用のザグリ加工と月板接着による応力で木材が若干歪んだためボディの面に凹凸ができています。これを修正していきます。最近石の常磐を手に入れたのでこれに紙やすりを貼り付けてボディを押し当てて削っていきます。やっぱり大きめの常磐は便利ですね。ただ40キロあるので運ぶのがめっちゃ大変です。ボディの平面を出すことができました。
今回使っているブリッジは弦をボディ裏から通すタイプなので、その穴を加工していきます。穴開けには MDF のガイドを使っていきます。ネックジョイントのビス穴を加工した時と同様に、片側から一気に貫通させずに両側から穴を開けていきます。無事穴を開けることができました。ヘッドの縁には無地とヘリンボーン柄2つのバインディングがあります。ヘッドにあるならおそらくボディにもバインディングがあるのではないかと予想しますが、ヘリンボーン柄の方をボディにまでつけるのはデザイン的にしつこいかなと思うので、無地のバインディングだけにしようと思います。バインディング用の溝をトリマーで加工していきます。バインディングの接着はまた後に行っていきます。ボディ縁の面取り加工もしておきます。続いてバックコンターの加工をしていきます。傾斜させる箇所を描いたら、ノコギリで切り込みを入れていきます。のみ豆カンナ紙やすりを使って形を作っていきます。バックコンターの加工が完了しました。ボディの加工が大方完了したので、次は弦を張って音出しをしていきます。まずナットを作ります。1弦と6弦の位置を決め、そこを基準に残りの弦の位置を決めていきます。線を入れた位置に弦が軽く引っかかるぐらいの切り込みを入れておき、そこに弦を置いて軽くグリップを握りながら、弦の位置や間隔に違和感がないか確かめます。指を置いた感じがしっくりくるまで溝の位置を調整します。位置が決まったら溝を深くしていきます。3フレットを押さえた時に1個目のフレットにギリギリ弦が触れない程度の深さになるまでを目安にしています。弦が張れたらフレットの音詰まりがないか確認をしていきます。このネック、ヤフオクで買った時点からしっかりとフレットがすり合わせられていたんですよね。おかげで音詰まりなどの問題はありませんでした。バインディングを接着していきます。アセトン系の接着剤を筆で塗布し、指でしっかりと押し込み接着が確認できた後、マスキングテープで留めておきます。接着が完了したので、続いて生地調整をしていきます。紙やすりの240番、400番、600番の順番でボディの傷を消すように研磨していきます。600番までの研磨が終わったら、バック面のマホガニーの目止めをしていきます。マホガニーは銅管が多い木材なので、トノコを塗り込んでおくことで塗料が下地に吸い込まれるのを防ぎます。塗り込み完了後、十分に乾燥をさせてから紙やすりの600番で表面に残ったトノコを落としていきます。トノコを落としきったら塗装に入ります。まずはウッドシーラーを吹き付けます。上塗りしていく塗料の密着性を高める働きがあります。薄めに塗る意識で2回吹き付けた後、1日乾燥させ、表面のざらつきを600番の紙やすりで研磨します。続いてサンディングシーラーを吹き付けます。厚めに塗る意識で塗った面にしっかり艶が出るようにします。
乾燥後、紙やすりで研磨することで塗膜を平坦にしていきます。このように白くなっていない箇所がまだらにありますが、ここは削れていないところなので、これがなくなるまで削っていきます。サンディングシーラーの研磨が終わったら、バインディングをマスキングしておき、着色されないようにします。曲線用の細いタイプのマスキングテープを使っています。バインディングのマスキングが完了したら着色に入ります。まずサイド面を着色し、色の濃さが決まったら表面裏面の着色をしていきます。濃いめに吹き付けるとムラになってしまうので、薄めに塗り重ねる意識で吹き付けていきます。着色ができたらバインディングのマスキングを剥がします。塗料が乾ききる前に剥がしておかないと、剥がした時に塗装が割れてしまう可能性があるので、塗りが完了した直後に剥がすようにしています。仕上げにクリア塗装をしていきます。いきなり厚めに吹き付けると着色した塗料が動いてしまう恐れがあるので、最初の 2,3 回は薄く塗る意識で吹き付けます。以降は塗膜にしっかりツヤが出るように厚めに塗る意識で吹き付けます。これはおそらく 5,6 回目の吹き付けなので厚めに吹いています。合計で10回ほど塗り重ねました。クリアが塗り終わったら10日ほど乾燥させます。乾燥期間が過ぎたら塗面の艶出しをしていきます。耐水ペーパーの1200番で水研ぎをしていきます。サンディングシーラーの時と同様、こういった研磨ができてない箇所が完全になくなるまで削っていきます。水研ぎが完了したらコンパウンドでバフがけをしていきます。羊毛バフをスポンジポリッシャーにつけ、電動ドリルで回転させています。バフが入らない狭い箇所は手で磨いていきます。ツヤを出すことができました。電装系をハンダ付けして組み込んでいきます。ピックアップを取り付けます。ピックアップは個人的な好みで選んでしまいました。マホガニーボディと P90 の組み合わせが好きなので。電装パーツ組み込み用の穴はこのように蓋をして上からピックガードをかぶせることで隠しています。フレットの艶出しをしておきます。この方が滑りが良くなって個人的に演奏しやすいなと思うので。マスキングテープを剥がして指板にオイルを塗っておきます。ネックを組み込んで弦を張りチューニングをします。完成しました。月板のフレームメープルがいいですね。派手に主張しているわけではなく、さりげなさがあって長いこと楽しめそうな見た目だなと思いました。シンプルさの中に派手さが垣間見える感じに仕上がってて、ヘッドのデザインとも調和が取れているかなと思います。バック面もいい見た目してますね。
緑色のマホガニってあんまり見ないので新鮮な感じがします。若干ボディの色味がネックと違っていて、ボディの方がビビッドな緑になっています。長生きしているネックと生まれたてのボディの組み合わせって感じがして、これはこれでいいかもしれないですね。あと眺めていると結構緑茶に見えてくるんですよね。ちょっと和の感じもあって面白いです。それでは本家のボディが一体どんなものなのか答え合わせをしてみましょう。いやー、結構違いますね。本家はシンプルにテレキャスシェイプでした。しかも派手すぎると思ってやめたヘリンボーン柄のバインディングがボディについてます。ボディがアーチになっていてリッチな感じですね。バレエアーツのロゴが入ってるのもおしゃれです。このギター M シリーズの 8-3S というモデルらしいんですが、あまりネットに情報がないんですよね。あと僕が入手したネックとドンピシャの色が見つけられなかったです。ネック裏にあるシリアル番号のようなものも刻印されていなかったので、もしかしたらプロトタイプ的なものを入手したのかもしれません。バレエアーツに詳しい方がいたら教えてほしいです。いずれにせよ行き場の失ったネックを救うことができてよかったです。ご覧いただきありがとうございました。今後の制作の励みになりますので、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。